はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルや SEC 関連の最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。今回ですね、SEC の訴訟に関してですね、ブラッド・ガーリングハウス CEO とクリス・ラーセン、会長にね、対する訴訟の方がですね、SEC の方から却下されてですね、あとはリップル社の訴訟が残っているという段階で、YouTuber 兼弁護士のですね、ジェレミー・ホーガンさんがですね、自身の考えをですね、共有の方をしてくださいましたので、そちらの内容をもとにですね、解説の方をしていきたいと思います。こちらの方でね、ツイートの方がされております。内容の方はこちらになります。リップル社対 SEC の訴訟はあらゆる意味と目的において終了した。はい、今後数ヶ月の間に重要な公聴会が開かれるでしょうと、最大7億7000万ドルの判決を決定することは言うまでもなく、重要ですと。しかし、この裁判に手を焼く時期は終わった私の考えではということですね。で、SEC は残りの訴訟を却下したので、これはブラッド・ガーリングハウスとクリス・ラーセンさんの、訴訟ですね、却下したので、来年の裁判はないと。問題は解決しており、新たな事実や驚くような事実は出てこない。つまり、裁判所はおそらく来年中に最終判決を下すということだと。リップル社だけがそれを心配する必要があると。だから会社ね、リップル社の訴訟の方がまだ続いておりますので、そちらを心配する必要はありますかと。でもちろん最終判決が出る前に和解する可能性もありますと、そのことも一つの可能性ではありますと。でそうではない場合、 SEC もリップル社も控訴することができますと。 SEC は控訴する意向を示している。では統計的に控訴して勝てる可能性はということで、資料の方ですね、引用してくださっております。こちらの資料をね、添付してくださってます。幸いなことに、我々にはそれを教えてくれる統計がありますと。以下の通り SEC が控訴審で勝ち取れるチャンスは 14.2% であると。 14.2%。 そして裁判官が書いた判決の内容、非常に事実に基づいていますが、少なくとも SEC の勝率を上げるものではないと言ってよいと思うと。こちらがね、添付してくれた資料の翻訳になるんですけども、おそらくこちらの民事訴訟のところの2015年の一番最新のね、ものの統計の方から引っ張ってきてね、この 14.2% という数字を引っ張ってきているのかと思います。ただね、これが全体の訴訟のうちの 14.2% が控訴されたものなのか、それともその控訴されたもののうちのまたそこから勝訴、勝ったものに関する数字なのか、ちょっとね、これでは読み取れないんですけども、一応 14.2% というね、統計の方を引用してくださいました。では、もし SEC が来年控訴し、2025年に控訴裁判所が SEC の見方をしたらどうなるのか。裁判官の命令の書き方からすると、控訴審はさらに司法的な調査や判断を求めるために、この事件を下級審の裁判官に差し戻さなければならなくなると。控訴裁判所が第一審ね、トーレス裁判官の方に差し戻さなければいけなくなりますよと。でまたさらにね、XRP のその他の配布に関しては、18にあるように、裁判官はハウェイの2番目と3番目の条項に関して所見を述べていませんと。これは略式判決の資料の方でね、添付の方してくださってます。で、それができるのは第一審、一審裁判官だけです。つまりトーレス裁判官だけですと。裁判官はどのような判決を下すだろうか、誰にも分かりません。しかし、あなたは、彼女がリップル社に判決を下す可能性があると考えなければならないということで、その略式判決のね、この18のところに書いてある内容が、当裁判所はその他の販売に関しては、記録は第1のハウェイの要件を立証していないと判断しているため、第2または第3のハウェイ要件が満たされているかどうかについては言及しないと、このね、略式判決のところでおっしゃっております。で、プログラマティック販売も同じだ。プログラマティック販売というのは二次流通販売、機関投資家への一時販売ではなくて二次流通販売のことですね。もう同じだと。控訴審が SEC に同意した場合でも、この問題は裁判に差し戻され、第一審にね、さらなる判断が求められますと。
で、20のところには、判事がリップル社の公正通知の公弁をある程度信用していることを示して、示唆していますと。公正通知の公弁っていうのは、リップル社が、何が悪くて何がいいのかっていう公正な通知がありましたかと SEC にね、そういったものを、言っているものに関して、になります。で、20のところにはですね、当裁判所は機関投資家向け販売のみが、投資契約の提供及び販売に該当すると判断したため、当裁判所はその他の取引及び取引方法に関する被告の主張する公正通知の公弁については議論しないと。で、当裁判所の判断は、機関投資家向け販売に限定されていますと。なぜなら、本件の他の販売に関する SEC の理論は、過去のデジタル資産訴訟における執行と矛盾する可能性があるからですということですね。で、そしてその後裁判官が第2ラウンド目の司法判断を下した後、控訴裁判所まで再び上訴することができますと。今度は全ての争点について判決が下されると。そしてその時初めて S1 は控訴審で勝利し、勝利とともに去ることができますと。リップル社がここでもね、最高裁に上告しない限りはと。だから SEC は次のことをしなければならない。まず和解しないと。で、その後、上訴して、上訴で勝訴すると。で、その後また戻されてね、より多くの公聴会を通過しなければならないと。で、さらにまた別の上訴で勝たなければいけないと。こういったね、手順を踏まなければいけないよといったところでしょうかと。で、議会法改正や政権交代など、私が思いつかないような可能性はここには考慮していないということですね。だから私はあらゆる意図と目的においてこの事件は終わったと言っていますと。テレビで見るのと違って多くの訴訟事件は主要な争点が確定した後1年間も引きずってうやむやのままに終わる。そして今回もそうなるだろうということですね。で、私は控訴審での勝訴のチャンス、さらなる訴訟での生き残り、そして2026年までリップル社に対する訴訟を維持できる可能性を考慮し計算を行いました。SEC が勝つ確率は 2.367% であると。スーパーボウルがジェット機に勝つのと同じ確率ですということでね、ちょっとこの数字の算出方法に関しては公開の方されてなかったのでわからないんですけども、こういった可能性ですよと。で、これに関してですね、このツイートに対して一般ユーザーの方ですね、ジェレミー・ホーガン弁護士は、SEC がブラッドとクリスに対する訴訟を却下したのは、より早く上訴するためだと思いますかと。で、これに関してジェレミー・ホーガンさんですね、おそらくねと。しかし、残された裁判がいかに不利、SEC にとっていかに不利かを知っていたからでもあると。賢明な行動でしたよねということで、回答のされています。ということで、一応ね、またジェレミー・ホーガンさんね、いろいろな局面で、意見の方まとめてね、共有の方してくださいまして、で、今回また同じようにね、共有の方してくださいました。こういった流れで、今後ね、進んでいくんではないかということで、共有の方されてます。だからまだね、リップル社に対する、会社に対する訴訟の方は引き続きね、まだ、どうなるかね、これから進んでいきますので、またね、情報の方を細かく、追ってですね、配信の方していきたいと思います。はい、ここまでがね、直近の情報になります。で、僕の方で今、リップル関連ですね、あと SEC 関連含め、XRP レジャー関連全部ですね、毎日海外の方から情報の方を精査してまとめております。できるだけ動画もですね、毎日配信できるように、まとめておりますので、よかったらね、また別の動画も見ていただければと思います。また質問に関しても受け付けておりますので、動画のコメント欄、概要欄の方に僕の公式 LINE のリンク貼っておりますので、何か気になることと暗号通貨全般の質問に関しても受け付けておりますので、よかったらこの機会にお友達追加していただいて、ご連絡いただければ即ですね、僕の方でご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、リップル仮想通貨投資で法人化に成功したやっさん LINE 公式アカウント開設、仮想通貨に関する悩みを専門家が回答しますということで、今僕の方ではですね、仮想通貨、暗号通貨の疑問をですね、気軽に、聞くことができるですね、LINE サービスの方を、提供の方をさせていただいております。何かね、気になることと、わからないこととですね、ご不明点とございましたら、こちらの方からですね、お友達追加していただいて、僕の方にですね、コメントをしていただければ、僕が直接ですね、コメントの方に、返信の方をさせていただいております。またですね、こちらの LINE では、1、本当は教えたくないハイブリッド資産運用法、
2、投資経験ゼロでも毎月10万円目指せる投資手法。3、ブログ、YouTube では言えない仮想通貨の裏情報、などのですね、限定で配信させていただいております。特に、初心者だけど、投資で毎月安定して10万円目指したいって人には、かなりですね、有益な情報になると思いますので、この機会にね、よかったらお友達追加していただければと思います。動画のコメント欄、概要欄の方に、僕の公式 LINE の登録リンクですね、貼っておきますので、そちらからですね、お友達追加していただいて、コメントしていただければですね、すぐに、ご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。